一緒の5個親子ラーメンです。お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お待たせいたしました。特上です。卵料理です。ありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。ありがとうございます。おはようございます。鶏の出汁とそれを引き立ててくれる椎茸とか昆布とか、煮干しとかが入ってる出汁です。これは炭火で焼いた鶏を一晩漬け込んだその醤油とかがそっちに入ってるタレ、それを低温でじっくり火を入れるんですけど、その鶏肉からの出汁とこのかつお系の出汁を合わせるっていう感じでやってます。焼き鳥ラーメンって珍しいと思うんですけど、同じ市内で焼き鳥屋をやってて、コロナの時期に焼き鳥屋の昼間の曲がり営業みたいな感じでのれんを変えてラーメン屋をやりだしたっていうのが、きっかけで、そういう形だったので焼き鳥と鶏に特化したラーメンがいいなと思って。焼き鳥はどのぐらいやられてたんですか？焼き鳥自体は15、6年やってます。朝はなんかその親子丼が食べたいっていう声がすごく多かったので、親子丼とちっちゃい細麺の味噌汁ラーメンをつけるようにして、それが結構出るとその1個の丼なんで、普通のラーメン屋さんより米がちょっと出るんじゃないかな。今だと、とりあえず2升25炊いて、もしかしたら追加したりとか途中で。基本的にはカットしてすぐできるような形にはしといて、火にかけれるように。生姜とか香辛料系、油と香辛料で油にこうそういうのを移すみたいな感じです。コロナの時期にそのラーメン屋で2つ始めたんですけど、ありがたいことにそのコロナが明けて、忙しくなって、どちらもキャパが30席ぐらいだったんですけど、その昼間やりながら夜は焼き鳥で、焼き鳥も串にもう一本刺してこだわって結構やってたので、それをやりながらラーメンがめちゃくちゃ忙しいと、多分このままいくとすごくクオリティが下がってきちゃうっていうのが一番で、それをちょっとどうにかしないといけないなと思ってて、その焼き鳥は本当に15年ぐらいずっとやってたんで、お客様もすごく一緒に育ててくれたというか来てくれてたんで、春日井内だし、そっちに移ってちゃんとラーメンに集中して一回やってみたいなっていう気持ちがあって決断しました。
それではい肉って部位とかあるんですか？もも肉を基本としてて、朝はちょっとヘルシーに入れたいなっていうので胸も入れてたり、台湾には少し胸が入って、昼間のチャーシューは、ももを 100% でこう塊にしてチャーシューっていう感じにしてるんですけど、朝は1枚のままを炭火で焼いて、それを炊いてるのでこう崩れやすくっていうのでほぐれ肉って呼んでて、ほぐれるような感じで、チャーシューっていうより1枚の朝のほぐれ肉、ももと胸です。タレというか、炊く前のかつお、しいたけとか昆布とかこういろんなものが入ったやつに一晩ポンと漬け込んで焼いたすぐ、そうすると香りが閉じ込まれて、焼いたらそこに漬け込んで、それを低温でじっくり炊いていく。美味しく胸も入れてヘルシーにっていうので、少し値段を落としたかった、ほんのちょっとですけどお値打ちに提供ができるかな。そのままチャーシューを巻く手間の分ちょっとお安くしてる。前日に炭火で炙ってちょうどいいところで叩きぐらいのもも肉を使って、これを最後に仕上げる。朝の親子丼の大きさのやつ。チャーシューと一緒に炊いたネギを細かく切って混ぜご飯みたいな感じのおにぎりにしてます。ラーメンに一番最後の方に入れてちょっとお茶漬けみたいにしてもらうのが一番美味しいかなって思いますけど、でもいろんな食べ方してもらってます。お客さんが見ると、朝せっかく早起きしたらっていうので、ちょっとなんかいいことがあったらいいなっていう気持ちを含む、朝の一番先着2名様まで倍の大きさのおにぎりを作って、で朝一来られて一番乗りしたら、あ、でかいやつあったみたいなのがなんか嬉しいかなと思って、皆さん大きいやつ取っていってもらって嬉しいです。行った時に、できれば何かがあるお店にしたいなと思って、なんか本当にちょっとしたことでもいいんですけど、何かトッピングが今日できるとか、麺が変更できるとか、ちょっとそういうのを週末に持ってきたりとか、インスタとかで告知させてもらって、結構急ですけど、今回は親子ラーメン、親子丼が人気なんで、ラーメンと合わせたらどうかなってずっと思ってたんですよ。ちょっと調整して合わせてみたらめちゃくちゃ美味しくて、これは出してみようと思って、何回か出しててすごく好評なんで、麺の変更の手もみ麺、それと合わせると親子ラーメン結構美味しいな。今回はそのやつを、先着20名様ぐらいでやりますっていう。お客さんはいろんな方がいらっしゃって、この辺工場も多いし、夜勤のお客さんとかお休みの方だったり、普通に奥様たちが朝ラーメン食べに来てくれたり、お子さん連れてきたり、普通に平日でも仕事前の方がいらっしゃったり、うちのやつは本当に無課長で作ってて、体を整えるぐらいのイメージして作ってるんですけど、だから別にその重たく
ないように作ってるし、食べた本人もお腹いっぱいになって満足感があるように、年配の方もそれで朝からラーメン食べたって元気だねってそのお友達に言われるようなラーメン屋がいいなっていう風に考えて看板とかにも書いたりしてる。そう、これが開始と。チーユです。親子ラーメン、縮れ麺、お待たせしました。失礼します。すみません、順番にからいただけますか。奥の方からどうぞ。温泉様からはい、本日はよろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、すみません。失礼いたします。親子ラーメンです。どうぞ。お待たせしました。あとご飯あります。失礼します。大ライスになります。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
大変お待たせしてます。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながらお召し上がりいただけますか。納豆ラーメンです。はい、すみません、お待たせいたしました。どうぞ。お待たせしました。親子ラーメンです。はい。鶏肉中華そばです。はい、失礼いたします。大変お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながらお召し上がりいただけますか。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お邪魔してます。いらっしゃいませ。うん。裏に変えて漫画。ありがとうございました。いつもありがとうございます。すみません、お待たせしました。はい、お待たせしました。大変お待たせいたしました。納豆ラーメンですね。はい、すみません、どうぞ。お待たせしました。台湾ラーメンです。はい。お召し上がりください。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、いつもありがとうございました。ありがとうございおます。待たせしました。ありがとうございます。量これ出してくれる。一番さ。お待たせしました。ほぐれの半熟卵トッピングになります。いや、すごい美味しい。スープも結構香ばしい感じして、鶏肉もすごいホロホロですごい噛まなくても崩れるんじゃないかなぐらい柔らかくて、とっても美味しいです。材料ってある？どうもありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございました。どうぞ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。これ台湾ラーメンです。はい、よく混ぜてお召し上がりいただけますか。お待たせいたしました。鶏肉中華そばです。お肉崩しながらお召し上がりください。香りもヤコラーメンがいい。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。新井さんよく来られるんですか？まあそうですね。結構週1ぐらいで、お仕事何されてるんですか？ちょっとバーの経営を、僕ら夜型人間なんで、朝にちょっとやっぱラーメン食べたいっていう気持ちがあるんで、飲んでないんです。朝ラー最高っす。飲んでないし。ありがとうございます。あっちも行っちゃっていいですか。行っちゃうよ、もう。です。置いていっちゃっていいですか。どうぞ。先にコールでいい。お味いかがですか？美味しいです。はい、ありがとうございます。お味いかがですか？めっちゃうまいっす。納豆ラーメンがもう一つ。はい。はい。ラガーが朝日。じゃあラガーと朝日。お待たせしました。美味しかったー。
お待たせしました。はい、納豆ラーメンです。どうぞ。今日は何を召し上がられたんですか？今日納豆、朝風呂行ってから納豆。日々美味しくなってる気がする。と勝手に思ってますけど、わかんないけど。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。お肉の方崩しながらお召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、助かります。ありがとうございます。火を炙ってくれる。よし、君手伝ってくれる？これ頼む。とお昼のラーメンの違いは、まずこのチャーシュー3個ぐらい塊にするんで、朝のやつよりちょっとしっとりするというか、チャーシュー食べてるなっていう形になるんですよね。朝のやつはそのまま1枚なんで、そのまま、ほぐれるようなホロホロの食感なんですけど、こっちの方はちょっとこう水分が中に溜まるというか、このままの形なんで、焼き鳥とそのチャーシューの作り方で、僕の中では脱水加水が結構重要かなと思うんで、焼き鳥って余分な油と水分を落とす脱水の効果があって、それをした後にだしに漬け込んで1日っていうのところで加水してその味がより入る。臭みだったりとかそういうものは焼き鳥の効果で、消えていい炭の香りになると思ってるんで、それがこのチャーシューだとより表面がいい色を落として、中は結構しっとり
こんだけ分厚くても、まあ、低温でじっくりやるんで、その食感が豚に負けないようなチャーシューを作るっていうのが目標なんで、そういう風なところが一番違います。あとはその味が選べるっていう形で化学調味料なしで作りたいなと思って、やっぱりそれ入れるだけで味の決め手だったり、なんかもうパンとやっぱ味が変わってちょっと癖になるっていうか、やっぱりラーメンの中毒性みたいなのはそこで出ちゃったりするんで、化学調味料なしでやるっていうのはなんかこの挑戦みたいなラーメン屋としてのここまで美味しいの出せますっていうなしでも美味しいものが作れるなって僕の中では思って、どっちか選んでもらうっていう意味でそのどっちもにしてる。その分朝は塩を置いて塩分をちょっと調整してもらったり濃さを少し調整できるような形で、まあ、朝も昼もどっちも来てもらいたいなっていう形で変えてます。じゃあ1番ペどうぞ。はい、どうぞお願いします。激辛の大盛り。はい。よく混ぜて召し上がってください。どうぞ。とても美味しいです。ちょっと辛いけど美味しいです。そうですね、そこそこ来る感じですね。先週も来ましたけど。あ、そうですか。今日何召し上がってるんですか？激辛取りたい。はい、結構辛いです。癖になります。麺ほぐしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、失礼します。鶏台湾ラーメンになります。大変お待たせいたしました。鶏肉中華そばのあっさりです。はい、いいですか、じゃあ。ありがとうございます。助かります。はい、すみません。お待たせいたしました。すみません、失礼いたします。気をつけて出してください。はい、いらっしゃいませ。2名様ですね。少々お待ちいただけますか。ありがとうございます。お願いします。千葉県の柏というところから来ました。今日たまたま近くに車を今止めてたんですけど、美味しそうなラーメン屋さんを調べてあったので、鶏のさっぱりしたの食べたいなと思って、はい、来ました。お味いかがですか。さっぱりしてるんですけど、なんか深みがあるというか、すっと喉にも通ってきて、めちゃくちゃ美味しいです。大変お待たせいたしました。鶏肉中華そば上のあっさりですね。
はい、すみません。大変お待たせいたしました。どうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。失礼いたします。お待たせいたしました。鶏肉板そば状のあっさりですね。失礼いたします。はい、ニンニク玉醤油です。あとご飯お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。大変お待たせいたしました。はい、あっさりの上塩卵入りです。はい、すみません、どうぞお待たせしました。よかった、今日生きてて。いただきます。あー、めっちゃ嬉しい。一番ね、このネギが好き。ネギからいこう。焼きネギや。どう？うんうん。よく新井さん来られるんですか？あ、そうなんです。前に焼き鳥屋さんだった頃からすごい大ファンで、その時は夫と行ってたんですけど、今は夫以外の女友達すごい誘ってめっちゃ来てます。私納豆ラーメンがすごい好きで、納豆ラーメン初めて食べた時に納豆とラーメンってめっちゃうまいんやってなって、そこからもう納豆ラーメンを食べに頑張ってきてます。今日は納豆ラーメンじゃないんですか？今日納豆ラーメンなかった。これも好きやで、あと親子丼が今日あるってインスタ見て、親子丼は迷わず選びました。お疲れ様です。ありがとうございました。また来ます。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。特上です。大変お待たせいたしました。はい、すみません。失礼します。上位になります。気をつけておろしてください。はい。助かります。ごめんなさい。はい、すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。生ラーメンです。ごめんなさい。ありがとうございます。はい。どうぞ。3つどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ださい。鶏台湾ラーメンお2つです。はい。よく混ぜてお召し上がりいただけますか。ベースに調味料入れて、昆布とか椎茸とかも入れるんですけど、ちょっと甘い返し、そこにも鶏が入ってるんで、シー油、鶏の油、その鶏白湯のだしで鶏肉なんで、めちゃくちゃ鶏なんですよ。めちゃくちゃ鶏に仕上げてる。鶏台湾ラーメンの大盛りです。お待たせいたしました。よく混ぜてお召し上がりください。ありがとうございます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 。ご飯つける。あ。で普通なんだ。これチャーシューこれでも美味しい。あっさりしてるけど結構コクもあってしっかりしてる。旨味がガツンとくるような感じで、食べてて飽きない味、ほぼ週1ぐらいできてますね。麺がすごいピロピロしててブリンブリンな食感、めちゃめちゃ美味しかったですね。はい、お待たせいたしました。チャーシュー麺大盛りネギ増量です。想像以上に美味しかったです。また来たいと思います。ありがとうございます。ネタの1時間です。週末が2時までの営業なんで。これは卓上に置く辛ニラです。自家製なんですね。自家製で、はい、ラーメンのスープに合わせてもらうといい感じ。
他にもいくつかラーメン屋さんされてるんですよね。名古屋を中心になんですけど、弁屋桜とか山椒、名古屋市内中心に海外も含め20店舗ぐらいの今会社になります。お二人は長く勤められてたんですか？僕は創業から2009年からなんで16年ですね。今あれは今何年ぐらい？3年です。そんなにしか経ってないんだ。一応うちの会社が6ブランドあるんですけど、荒畑のブランドはここ最近の1年ちょっと前のオープンで、立ち上げをメインで任せてるっていう。ここが汚れてる時がありますので、こういうのは取っちゃいます。雑味の元ですので。メンマは細いっすね。そうなんです。ほのかメンマっていうちょっと特殊なメンマで、先メンマっていうこう一本のこうグニグニって長いメンマは一般的にラーメン屋でよく使われるんですけど、それのさらに先っちょの部分を特別に加工したメンマで、穂先メンマの変化系。どういった特徴があるんですか？いびつな形をしてるんで、コリッとした部分とふわっとした部分に分かれて、口にした時に独特な食感になるようなメンマです。あまり見たことないですね、ラーメン屋で。1日何キロぐらい消費されるんですか？1日は30とか40キロ最大だともっとですかな、40とか50とか週末とかだとラーメン1杯でも結構な量のチャーシューが乗るんで、仕込む量1回多いですね。普通のラーメンで 70g です。チャーシュー麺はチャーシューで140、2倍乗るんですね。乗るんで、もう一般的な普通のラーメンでもやっぱ多い方ですね、この量乗るのは。そこも結構このお店が結構愛されてる理由かなとは思います。普通のラーメンでもチャーシュー麺ってお客さんによく言われるんで。1時間半後にはもう止めちゃって。そうです。もうこれは完成ですね。完成したやつで、また営業用のスープっていうのはずっと炊いたまま営業するって感じです。あーどうも。結構な量使いますね。使いますね。大量に入れられるんで。美味しそうです。美味しいですけど辛いです。これもう無料トッピングですもんね。無料トッピングです。続けることで。
ラーメンのこだわりを聞いてもいいですか？毎日食べられるラーメンっていうのとチャーシューですね。普通のラーメンでもたくさん入ってるので喜んでもらえてるかなっていうのは実感してます。いろいろ伝えて出来上がった1号機です。各店舗にあるんですか？各店舗にあります。その都度少しずつちょっと改良を入れながら使いやすいように。特徴としては何があるんですか？竹でこう潰していびつな麺を作ったりとかするんですけど、手でもむような麺をこれが作れるっていうことですね。割とその機械って業界初的な。業界初です。変わるんですね。耳が可能なんで。まだ入れてない。もうちょっと柔らかくていいですか。3分50です。3分50です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様にいい接客サービスを提供できるように、お客様に喜んでもらえるような店舗作りを行っていきましょう。本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。お待たせしました。お待たせしました。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございましたね。お疲れ様です。じゃあ、お願いします。はい、ありがとうございます。チャーシュー麺、はい、増量のようにお願いします。じゃあ、お願いします。はい、かしこまりました。はい、で、ぜひどうぞ。
した。麺か大二丁です。はい。はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。チャーシュー麺大盛りネギ増量です。何一丁、ライス一丁、大盛りです。そろそろなる。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。来ました。ラーメンのネギ増量です。どうもありがとうございました。すいません。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ネギ増しご用意しました。はい。はいですね。お待たせしました。チャーシュー麺はい、お待たせしました。麺方です。さらに麺方です。はい、お待たせしました。こちら大盛りですね。一口になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。手扱いします。麺固めにして。麺固め。私も。はい、ネギの増量無料ですよ。はい、これが私はできました。あ、じゃあ増していい。ネギ増しで。はい。こっちもネギ増量です。失礼します。ラーメンネギ。はい、お願いしました。麺固めです。ラーメンネギよ、麺固めです。これで普通なの？これチャーシュー、これでもいい。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。美味しかった。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい。です。お待たせいたしました。ラーメン大盛りですね。先預かりします。はい、ネギ増しでご用意しますか。皆様、はい。わかめトッピングはどちらです。並盛りの方ですね。こっちの大盛りの方麺固めにして。大盛り麺固めで。並盛りのわかめトッピングです。はい。どうぞ、またです。
した。はい、それ。はい、受けからお願いします。ラーメンネギ巻きとビールです。はい、ビール先にお出ししました。ラーメン荒畑の名前の由来を知ってますか？ここの土地が荒畑っていう場所なんで、地元に根付くように、それと当店のコンセプトでもある毎日食べられるラーメンというところで、ラーメンで土地の名前荒畑っていうところです。接客で心がけてることは、再度ご来店していただけるような笑顔で、一人一人のお客様に対して目を見て接客しているところですね。はい、すみません、お待たせいたしました。ラーメンのネギサラダです。はい、きれいだ。はい。チャーシュー麺ラーメンです。はい、ありがとうございました。お待たせしました。じゃあチャーシュー麺のネギプスですね。はい、ラーメンのネギソースです。いらっしゃいませ。はい、それチャーシュー麺のネギサラダです。はい。ラーメンのネギサラダです。はい。お待たせいたしました。失礼します。ラーメンのネギサラダ。はい。はい、それ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。しました。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。荒畑さんには結構来られて友達が近くに住んでるんで誘われて。いかがですか？お味の。美味しかったです。さっぱりしてるけれどもいろいろ味変も楽しめたりとか、特にチャーシューが美味しい感じがしました。チャーシューもボリュームありますね。ありましたね。結構満足感としてはかなり高いです。はい、ありがとうございます。受けからお伝えします。波2丁、ビール1丁。今までで最大の来店数は？今年の周年記念の時に一番来店してくれたお客様がいらっしゃって、250名くらい1日で来てくださりました。はい、すみません、少々お待ちください。ちょっとお待ちください。はい、お願いします。はい、それ。はい、すみません、大変お待たせいたしました。みんなでおネギ多めでどうぞ。納得かなってるやん。来ました。ラーメン大盛りですね。ありがとうございます。前から失礼します。チャーシュー麺、チャーシュー麺、ネギ増量お待たせしました。どうぞ。こちらラーメンですね。ネギ増量です。はい、お疲れ様です。いたします。ネギの増量とライスを盛りていきます。お願いします。はい。よく来られるお客さんで週何回ぐらい来られる方いらっしゃる？常連のお客様も根付いててくれてて、週に3回は来てくれるお客様もいて、客層はサラリーマンのお客様が仕事終わりとかスーツ着たお客様が結構多いですね。お待たせいたしました。チャーシュー麺ネギ増量ですね。あとライス2種類。はい、ありがとうございます。先にの方。
家が近くて店できてちょっと気になってで美味しかったんで2回目です。あ、そうなんですよ。味の特徴とかって他の店舗と比べてどうですか？あっさりしてるけど結構コクもあってしっかりしてるっていうようなイメージ。1回目食べた時にスープ美味しいなと思って。ラーメンのネギ多めですね。こちらチャーシュー麺です。どうぞ。ラーメン荒畑さんにはよく来られるんですか？オープンの時とかはもうほぼ週1とか週2ぐらい来てて、最近はまあ月1に多いと3ぐらい、ほぼ週1ぐらいで来てますね。よく来られる理由とかってございますか？味ですかね。食べてて飽きない味、さっぱりした醤油なんですけどうまみがガツンとくるような感じで、麺も多分すごいこだわりの麺だと思うんですけど、他のラーメン屋さんで食べれないような麺、小麦の味もすごい風味とかも感じますし、平打ちでワシワシとした感じの麺がすごいスープとあって、自分は好みだなって感じでよく来てますね。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。お先に鮭の方からですね、お願いします。はい、すみません、お待たせいたしました。はい、チャーシュー麺ネギバージョンです。どうぞ。はい、すみません。チャーシュー麺のお客様。はい。ネギゾビオでチャーラーメンですね。お待たせいたしました。この店の前を通るときにいつも懐かしい匂いがしていつか入りたいなと思ってて、で今日初めて入らさせていただいて想像以上に美味しかったです。懐かしさと新しさとさっぱりでもあり、でもしっかり味があってやっぱり麺がすごい平たい感じでもそうだし、もっちり感というか非常にスープと絡んで美味しかったです。また来たいと思います。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。チャーシュー麺のネギトリオですね。あとライス大盛りです。どうぞ。よく来られるんですか？初めて来たんですけど、めちゃめちゃ美味しかったですね。麺がすごいピロピロしててブリンブリンな食感がすごい面白かったのと、スープも後味が残るというか、麺にもご飯にも合うスープだったなと思いました。当店はやっぱ麺が特徴がありますので、ここら辺ではあまりない中華そば、そこがお客様に受け入れられている部分かなとは思ってます。店舗展開をこれからどんどんやっていこうと思ってるんで、その店舗でも皆さんに愛されるお店を作り上げていきたいなと思ってます。チャーシュー麺のネギゾリオプライスです。どうぞ。
1日分。シナチクが大好きだもんで。はい、竹お待たせしました。はい、すいません。週2回来ます。早い、うまい。美味しかったです。ごちそうさまでしたって言われるとものすごく嬉しいですね。ありがとうございました。またどうぞ。これは豚骨の足の方とあと鶏ガラです。血抜きします。豚骨が5キロ、鶏ガラが6キロです。これで十分血を取ってから。スープは毎朝仕込まれるんですか？そうですね。これお湯なんですよ、全部。前まで水で入れとったんですけど、ガス代の高騰すごいじゃないですか。ガス代も月に3、4万ぐらいします。すごい上がり方しましたからね。ここで洗っていきます。僕はちょっと洋食とかだいぶやったんで、洋食だといっぺんこうやって下茹でして、こうやってアクが出たやつを全部洗って、それから入れるとすっきりしたスープになるっていうか。もともとの発祥は？もともとの発祥がその高麗道場本店で、そこから草分けでなっていったっていうか。よし。さあ、上部分が終わったら。野菜は3時間後に入れて、3時間にいるっていうか、計6時間。どういった野菜を入れるか聞いてもいいですか？玉ねぎ、人参、ニンニク、生姜。パイプみたいなやつって自作なんですか？これ全部自作です。ここ全部自作品ばっかりですよ。これだったら15分から20分で沸騰するんです。それだけガスがかからない。こっちが室節って言って、まあサバとかアジとかの混合の出汁なんですけど、これが本ガツオで普通より1回多くいぶしてある。これを入れることによってすっきりした後味になるんです。香り高くて。このカツオは偶然の出会いで、サバがなくなるっていう時が去年あったんですけど、その時に他の代用がなんか効かないかなと思って探しとったところで偶然出会って、これを2種類入れることによってガラッと味が変わって。僕は当日で取ったかつおだしを前日に取った動物系のスープと合わせる。そっちの方が香りが全然違うんですよ。みんなね、呼び戻してきます。ずっとスープ炊いてると濃くなっちゃうんで、半分取ってまた午後に足していくんです。フレッシュなのをずっと足していくような感じで。福岡の醤油。さっきカツオ取ったやつで2番だしでメンマにできます。これでまた一味ちょっと違うんです。今から冷やしていきます。
1日分。グラムでいうとどのぐらいですか？20キロが5日でなくなるんで4キロ。戻す前も4キロ。あ、そうですね。だからもっと重いですよね。そうですよ4キロどころじゃないですよね。1日薄味で冷ますとジューって味入るんです。1日寝かした方が味がすごい染み込む。ゴミとかこういった開店準備はお作りでされてる？仕込み班は3人います。当店で回ってます。前まではずっと1人でしたけど。チャーシューライスって言うんですけど、まあ炊き込みご飯ですよね。お酒。あ、なりましたね。前火からこう仕込んでいて、さっきだしに使った干し椎茸、ちょっと下茹でした。せんの。海の塩を入れて、肉の塩、モンゴルの塩、2種類入れてます。象のカツも一緒にこうやってやると、チャーシューに香りがつくんです。これは今、チャーシューの味を決める元を作ってます。なかなか塩にこだわってるところって少ないんじゃないですか？海の塩だけだと、どうしてもね、物足りぬですよ。肉の塩も入れると、深みがだいぶ変わって。福岡の薄口醤油なんですけど、これちょっと入れると風味豊かで美味しいんですよね。チャーシューは1日どのぐらい出るんですか？チャーシュー1日大体10キロ、週末は15キロから20キロぐらいかな。完成までどのぐらいの時間かかるんですか？2時間、1時間煮て、1時間火止めて、なじませる。お店で巻いてるんですか？あ、お店で巻きます。これ柔らかくなるんですか？柔らかくなるのと丸く成形してる。ちょっと調整をして、何個もレシピがあって、肉の量と返しもの量も変えてます。毎回。35分茹でたら10分寝かします。1時間火消して、これで1時間漬け込んだ。それが最終的に返しになるんですか？そうです。返しは肉の良しあって本当に味が変わります。2日ぐらい寝かすんです。その日のやつは味がちょっと粗いというか。順番つけといてさ。なるほど。
加水率っていうのがありまして、それを一目瞭然するためにバーって季節によって全然違うんで、全粒粉ですね。3種類入れます。これが2番目に普通ぐらいの粗さの全粒粉。全粒粉入れることによって何かありますか？間違いなく風味がまるっきり違います。でこの一番粗いのはちょっとザラザラ感があるようにして、うちの薄いスープがずっと入ってくるように持ち上がるように。全粒粉はやっぱ食物繊維が多いんで健康的かなっていう感じもありますしね。よし OK。小麦粉も3種類使ってます。純強力粉ってやつです。一つだけ中力粉が入ってますけど、この辺りやっぱ西のおじさんの独自で配合してるってことですよね。誰も教えてくれないんですか？前まで高麗系が桔梗屋さんっていう麺屋さんで取ってたんですけど、その社長がいろいろ教えてくれて、みんな少しずつ違うんですって。毎年3種類あると安定した麺になるよって教えてくれて、で3種類を使うようになったんです。この中力粉が甘い味するんですよね。1分間回して6種類をこう混ぜて、それから水入れていきます。小麦の香りがしますね。毎日天候や湿度や温度によってえらい変わるんですよね。製麺は独学で学ばれたんですか？イタリアンやってた時もパスタとか作ってましたし、小麦に関わる仕事は結構やったんです。ピザとか。ガスとか高くなったじゃないですか。そういうのがなかったら考えんかったかもしれないですもんね。ずーっともうこれは高すぎると思ってなんか考えたら今のような形になりました。のガス代が戦争によって14、15万、5、6万まで上がって、今じゃ7、8万ですね。うまく考えたらガス代はだいぶ節約できるだろうなと思う。はい、はい、ありがとうございます。汚れないようにするためですか？それもあるし、お客さんの方に飛ぶ時あるんです。どうぞ、作ってください。まだ流れちょっと今特集で今洗ってチャーシューライスっていう、これがチャーシューライス。
くなったら終わりです。これで終わりです。これはもう毎日売り切りです。秋の空だなって思う。もう冬ですわね。本当に秋がなくなっちゃいましたね。営業開始です。いらっしゃいませ。ございます。どうぞ。お好きなとこどうぞ。待つ。はい、ありがとうございます。竹でもいいですか？竹でもいいですよ。じゃあ200円。はい、竹お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、いつも通り回路を1.5玉。大はちょこっと。丼もう一丁。はい、すいません。第10回路です。はい、ごゆっくりどうぞ。次大松。どのぐらいの頻度で来られるんですか？週2回来ます。いつも決まったメニューですか？決まってます。本丸さんの魅力的な部分って何かございますか？近い、早い、うまい、以上です。他の高麗系にも行かれたり行かれてます。それぞれのお店がそれぞれの味を出してらっしゃる。同じ高麗系でも同じ味はないですね。仕事ですか？帰ります。夜勤とかだったんですか？そうですね。帰りに寄るんですよ。この時間からやったのここぐらいだからさ。はい、今ご注文聞いてくるね。すみません、ご注文お願いします。すいません、大松です。はい、ごゆっくりどうぞ。もう一丁。どうぞ、お決まりですか？大回路一つ。大回路。
はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。朝からちょっと温まろうと思ってきました。そういった時にじゃあ利用されるんですそうかな、まあでもよく美味しいんで、体にいいものを食べたいなって時に。からお仕事とかですか？そうです。隙間にめっちゃ温まりました。お疲れ様でした。美味しかったです。こちらこそ。どうもありがとうございます。寿会です。はい。よし。いい感じでした。ありがとうございます。夏の方が茹で時間気温とともにやっぱ垂れるんですごい水少なく作るんです今6分30秒ですけど7分15秒ぐらいかな。1、2、3、はい、10名なんでごゆっくりどうぞ。はい、どうも。ありがとうね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞ。19歳から料理の世界入って最初は懐石料理その後は割烹料理やって洋食の居酒屋洋食のレストランお寿司の方も勉強してそれから独立のような感じでした最初は弁当屋をやったんですよ2年後に今の福井のところに居酒屋を出したんで料理人としては本職が歴としては長いんですか？そうですね洋食の方が長いですねはい、ごめん並以上で。はい。はい。じゃあ900円ね。どうも。これですか？初めてなんで全部おすすめだと思うんですけどこれがいいですかねスタンダードな普通のマツっていうのは一番おすすめです。じゃあマツいただきます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ松いきます。はい、松お待たせしました。はい、ごゆっくりどうぞ。
何度かもう来られたことある？いや僕初めてたまたまちょっと仕事の関係で通りかかってこのヤクセントに引っかかったんですよ。でしかも11時より前にやってたでしょ。9時半からですねえすごいよね。寿お待たせしました。行きます。はいごゆっくりどうぞ。本丸さんのお好きなところって何かございますか？このつゆ自家製ラー油かけるととても美味しくなる。チャーシューだととても美味しくてジューシーでねとても美味しい。いらっしゃいませ。ネギなし。ネギなし。ネギなし。どうしました。待つ。どうしました。ベースは多分高麗道場さんですか？はいそうです。西成さん独自の本丸さんの他との高麗系の違いとか。高麗道場さんのガラと豚骨の比率よりもうちょっと少し豚骨の量を増やしてます。その分ちょっとまろやかな感じになってます。はいお待たせしました。どうぞ。よく来られるんですか？よく来ますね。お気に入りのところとかってございますか？やっぱりシナチクが大好きだもんで。量多いですもんね。そうですね。今日のラーメンの出来はどうですか？いつも通り美味しかったですよ。回廊麺の並と回廊麺並とチャーシューライス。チャーシューライス。チャーシューライス。はいローメンお待たせしました。どうぞ。奥2番3番どうぞ。酒で味玉。味玉。お松で。以上でよろしいですか。はい。OK。待つ。ニコニコでいこうか。はい、ですか。はいよ。ニコニコでいきますね。はい。はい。いい。もう一丁いきます。はい、大松です。はい、松です。はい、どうぞ。すいません。はい。はい、お願いします。なんかわかりました。バイトがいない。売り上げ上がってくる。どうしよう。これだと。Amazon で
とりあえずポチッと押してみてレール買ってみていっぺん3年でカウンター全部壊して作り直して建築屋呼んでこういう風に作ってください。でやっぱこんだけのものいるんでいっぺん壊さなあかんかった。でもその分人件費がだいぶ抑えれますからね。3個でも4個でもこれでいっぺん行ってもらっとる間に僕はこっちでできるけど2人で1回行って戻ってきてっていうこともやらずに済むし1回こう行くだけで全然次の仕事ができるんでそれだけでも全然違いますからね。はい、ごめん。いらっしゃいませー。いらっしゃいませ。どうぞー。はい。まずトッピングチャーシューね。貝ローメンネギ多し。はい。はい。チャーシュー持ち帰りで。チャーシュー持ち帰り。いかがでしょうか。1900円いただきます。チャーシューよく来られるんですか？そうですね。本丸さんのお好きなところってどういったところにありますか？やっぱ味がいい。これだけでもみんなうまい好みがあるんですけど、ここは優しい味なので食いやすいです。チャーシューを持ち帰りする。あ、そう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 。チャーシューが美味しいですか、やっぱり。これだけさんみんなチャーシュー美味しいと思いますよ。チャーハンとかにするんですか？これはおにぎりに出ます。はい。お願いします。いらっしゃいませ。おぶきです。はい、貝ローメンネギをメンマとメニューです。これ大竹です。お願いします。はい、すみません。おたげです。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。これ大竹のスープあと竹がまくる。ネギ美味しい。入れよう。はい、すみません。大竹ネギおろしです。こちらも大竹ネギおろしです。ごめんなさいね。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。みんなうまい。いや本当にうまいですよ。美味しかった。美味しかったです。いや本当にうまかった。高麗系は結構いくんやけど、ここうまいですよ。ここのメンバーが味がありますしね、うまかったですよ。オッケー。はい。はい、大家さん。はい。はい。はい。竹です。どうぞ。公開。楽しみ。大松。はい、失礼します。大松です。ゆっくりどうぞ。貝ローメントッピングメンマチャーシューライス。はい。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ち。ご飯はい、ありがとうございます。冷凍でスープを大体20リッターぐらいもう朝でしかやってないのに売り切れたらちょっと失礼じゃないですか。必ず売り切れんように全部。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。こちらどうぞ。
寿松大竹大樹地区ライスの量ご注文決まりですか？はい。竹です。はい、鯛ローメンの網です。はい、ごめんなさいね。ごゆっくりどうぞ。今までの最大来店人数とか周年祭とか別だったら120、30が最大ですね。このぐらいがもう限界ですね。ありがとうございました。またどうぞ。はい、ありがとうございました。またどうぞ。はい。はい、お待たせしました。松置きます。置きます。ごめんなさい。写真撮っていいですか？はい、どうぞ。ゆうちく松。3、4、5、6、7。どうもありがとうございます。はい、イカさん行くよ。はい、ちょっと待ってよ。ありがとうございました。昔からラーメン屋やりたいなってずっと憧れで、コロナの時に緊急事態宣言、その時居酒屋もできなくてラーメンの修行ができればなと思って高麗道場本店に緊急事態宣言の時に修行させていただきました。どのぐらい修行されたんですか？料理の基本が僕にはあったんで、高麗道場は2ヶ月ぐらいです2ヶ月ぐらいしかその緊急事態宣言もなかったんで、解除されればまた居酒屋の方やってたんで。本丸自体の持ち上げっていうのはいつぐらいなんですか？もう4年半前になります。修行して4ヶ月後にはもうやっぱり出したいなと思ってお店出しました。行きます。すみません、ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。ありがとうございます。店の運営でなんか心がけてることとかってございますか？接客やら値段やら提供スピード、そういうのをすごく考えてもっともっと頑張ってます。元気よく清潔で早く出す、そのぐらいですね。料理人としてなんかモチベーションになることやっぱうまいって言われた時ですよね。美味しかったです、ごちそうさまでしたって言われるとものすごく嬉しいですね。はい、ありがとうございます。80キロぐらい入ると思います。大量に入れるスタイルです。この鶏白湯初めて食べた時すごい感動して、めちゃくちゃ美味しいです。
新しい醤油に出会いました。醤油でこんな美味しいのないからスープも美味しい。お待たせしました。冷やしを2つです。はい、失礼します。はい。腰悪いんですか？そうです、めちゃくちゃ悪いです。すぐ痛くなっちゃって、しなくても良さそうだなっていう日もありますけど。普通のブロイラーだとやっぱりちょっとうまみが足りないのと雑味というか香りも全然違う。銘柄鶏の味が濃いやつ、愛知県産のやつをお願いしてます。鶏ガラと鶏の足、あと丸鶏ですね。丸鶏はカットしてもらうやつです。一番気に入ってるやつを大量に入れるスタイルです。これ入らないんで、あれが煮崩れたら追加します。この後何か追加とかするんですか？これだけですか？はいろいろ香味油とかそういったものでプラスしていくので、スープとして出汁としてはもう鶏だけです。豚ももう入れないですし、シンプルな方がいいかな。鶏は何キロぐらい入ってるんですか？80キロぐらい入ると思います。1日分がそんな感じですかね？これでさすがに1日だとお店やっていけないんで早いの2日ぐらいですかね。チャーシュー丼みたいなのがあるんですけど、これのバラの煮豚っていうんですか、煮てるチャーシュー、味噌を塗って肉を柔らかくしてから煮てます。チャーシューは1日どのぐらい？ 6本ぐらい切るんですかね。1つで何5キロ？ロース1本で、8キロぐらいあるのかな。じゃあ40キロぐらい。そうなんですね。いろいろ値上がりしてからあんまりこう値段数字見ないようにしてます。それ見たらケチになっちゃいそう。塩で血を出します。これは鶏白湯の上に乗ってる鶏のももチャーシューです。皮目だけ焼いて、あとは向こうで調理します。こうすると肉の痛みも少ないし、味が染みる。これもチャーシュー用です。チャーシューは3種類あるんですか？そうです、3種類ある。これロースの方ですか？はい。これは唐揚げ用のニンニクです。2人とも結構がたいしっかりされてるんですけど、何かスポーツやられてたんですか？スポーツやってないです。主人はバスケやってました。バスケット大好きです。でももう今全然営業終わったら足パンパンだから運動できないです。T シャツもお相撲さんとかだったんで、格闘技関連なのかなと思って。
藤島親方さんっていう藤島部屋の方が最初に来てくださって、若元春さんとかその上の方のも来てくださってますね。親方がごひいきにしてくださるので、そこからのつながりでもうめっちゃ好きです。私たちは1年に1回の楽しみを見に行くんです。チケット取って常連さんがいらっしゃって、あの方よく来るの相撲さんだよって言われて、お話を聞いたら昔の武双山関で母が相撲好きなので、名古屋場所やっとるから来てくれたんだで、また1年待たないと名古屋場所にならないので、1年待ってまた来てくださったらいいなと思ったら来てくださる、ご挨拶して、そしたら番付表を送ってくださるようになって、名古屋場所になったら寄ってくださる。相撲も好きなんですけど、親方のファンになっちゃう。お部屋に稽古を見に行かしてもらったりとか、それで勢いでこの T シャツを作ってお部屋の皆さんにパジャマしてもらえたらなと思って、ここに皆さん座られて相撲部屋みたいな。空いた時間に早く来てやったりして。すごいしっかり疲れてるんですね。いや意外と足りてない。あっちからお客さん来るんで、こっちはちゃんとしてます。もともとなんかそういったお仕事もされてたんいやですか？全然やってない。これとかも自分で印刷したやつを貼って糸のこで切ってかっこよくしたいじゃないですか。作るのは多分好きなんですよね。何でもこれってこうやったら作れるんじゃないと思ったらもう作りたくってしょうがなくなっちゃうので、やらないと気が済まないでやっちゃう。だからいっぱいメニューが増えた時期もあったんですけど、そうするとお客さんも困るし、スタッフも困るし、ちょっと控えようと思って、ラーメンはちょっと数を絞ってます。一回サラリーマンやったんですけど、やっぱりラーメン屋になりたいなと思って通ってたラーメン屋さんでお声掛けをいただいたので、会社を辞めてお世話になることになったんですけど、対象がいろいろあってお店を畳むことになりまして、やる気があるんだったら引き継いでもいいよっていう風なお話をいただいたのでやりました。その大将には感謝してますね。ありがとうございます。カツオの粉末です。お待たせしました。こちら特製鶏白湯のお盛りになります。こちらから失礼します。特製鶏白湯の海苔になります。ごゆっくりどうぞ。
お待たせしました。お待たせしました。こっちは鶏チンタンのスープ、透き通った鶏のスープ、こっちは鶏白湯、強火でガンガン煮出し、とろみの強いスープ。素材はほとんど一緒なんですけど、味わいは全然違う。煮出し方も温度が違うだけじゃなくて、ちょっと違う。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お待たせしました。カレー鶏白湯のお客様。こちらが煮干しになります。ごゆっくりどうぞ。醤油の特製の鶏チャーシューと軽石なしの特製で辛めでお願いします。あとチャーハン。お待たせしました。カレー汁なし両方特製です。チャーシューの方です。ありがとうございます。どうもー。このメンバーは。おはようございます。
のぐらいの頻度で来られてるんですか？ほぼ毎日お気に入りのメニューとかございますか？鶏生醤油でこんな美味しいのないかな。スープも美味しい。ほぼこれを食べに来るみたいな。そうそう、今日違うけどよくあれ出とるやつだもんね。試しに食べてみました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。よく来られます？初めて。最初大本当に美味しいね。美味しいですか？割とあっさりしてるかな。チンタンの中華そばと大将から教えてもらった担々麺でやってたんですけど、鶏ガラがゴミで余るので試しにもう一回強火でガンガン煮込んで昼休みずっとやって夜味見したら美味しくて常連さんにお出ししたらこれいけるよって言われてこっそり出してたんです最初。そしたら隣のお客さんがあれがいいってなってすぐ逆転して出し柄じゃ追いつかないんで鶏白湯専用で出しといてちょうどその頃鶏白湯っていうのがちょっとしたブームっぽかったんですけどそれを意識したわけじゃないんですけどそれも追い風だったかなと思います。今の鶏白湯はお客さんと一緒に作ったみたいなイメージですか？まあそうですね。ありがとうございます。お待たせしました。お先に鶏白湯2つになります。お店のコンセプトみたいなのってあるんですか？とにかく人をお客様を喜ばせないといけない。僕が作りたいものだけ売りたいものだけっていう独りよがりなのはあんまり好きじゃないので僕ができることで一番喜ばれるのは何だろうっていうとにかくそれですね。今日来るの初めてですね。あ、それは何注文されたんですか？特製生醤油めちゃくちゃ美味しいです。チャーシューもいろいろあったし。食べたことない醤油なので、新しい醤油に出会いました。初めて来ました、2人では。1人でよく来てて美味しいなと思ってそれでちょっと勧めでこの鶏白湯すごい美味しいんで初めて食べた時すごい感動して逆は煮干しラーメンがすごい僕的にはこの濃さがちょうどよくてだから必ずこの煮干しラーメン食べてます。始められるって聞いた時ってどんな心境だったんですか？実は師匠のお店で手伝ってたので自然な流れというかそこになんか不安とかも特になく？特にないですね。好きなことを仕事にできるなら一番いいなって思ってます。
お待たせしました。特製鶏白湯の2つになります。こちらが失礼します。お待たせしました。お待たせしました。特製白湯です。失礼します。親孝行っていう名前の由来をじゃあ教えていただいてもいいですか？はい、修行させてもらってたお店で大将が辞めるっていうことで、やる気があるんだったらどうぞっていう風だったので、急にお店ができるっていう、そうなった時に親に周りの人に感謝しないといけないなっていうつもりで、親孝行がふさわしいんじゃないかなっていう。そうです。担々味です。冷やしを2つです。はい、失礼します。はい、ごゆっくりどうぞ。めっちゃ美味しそうね。お友達ですか、皆さん？そうですそうです。たまたま通りがかってこれ食べようと思って。冷やし初めて食べたんですよ。今日たまたま本日限定って書いてあって、ちゃんと辛みも効いててさっぱりしててうまいなと思います。ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。どのぐらい前から来られてますか？1年半、2年近くなると思うんですね。お気に入りの理由とかってありますか？何食っても美味しいところですよね。鶏白湯と煮干し、どっちがいいかというとこうとつけがたいけど、両方同じぐらいうまいです。鶏白湯はね、鶏の風味が効いてるし、煮干しって結構えぐみというか臭みがあったりするけど、そういうのがこのはないですね。食べやすいです。お待たせしました。ありがとうございます。
感謝を伝えたい人とかっていらっしゃるんですか？いつも周りの人に感謝というかそういう風に接してるので奥さんかなとは思いますけどいっぱい今日も常連さん来てもらいましたけど喜んでほしい気持ちでやってるんで本当にありがたいなって思ってます。